今日は常世のアルバムに参加してくださった流的奏者の井崎義之さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ですね、今日ね、井崎さん、はい、そうで YouTube でいろいろ質問が実は井崎さん本当ですか？いっぱいあったんですけど、多分全部やるとすごい時間がかかるんで、はい、今日はもう本当10分程度の時間しかないので、コンパクトにお話を伺わせてもらえればと思っております。で、今日は本当にもう中心の中心というか、もう本当にシンプルなことを伺いたくて、はい、普段もうしょっちゅう流的を演奏されてると思うんですけど、はい、どんな気持ちで演奏しているか、そしてこう曲によって古典雅楽ですね、古典雅楽の曲によってそれって変わってる、曲によって変わるのかどうかってことを最初伺わせてもらってもいいですか？そうですね、まずどんな気持ちを吹いているかですよね。そうですね、あんまり考えてないというかいい音出るかなみたいな感じですね。ちゃんと楽器が鳴るかなってこと？そうですね。で、僕は音程が低くなっちゃうんで、どうしてもまずは高く吹こう、で、そうですね、あんまり深くは考えてないかもしれないですね。演奏してる時は楽しいの？楽しい時もありますし、なんか嫌な時もあります。嫌っていうのは音が出ないとか、その時の調子にもよるかもしれないですけど。何も考えてないって、ごめんなさい、俺が喋っちゃってる。はい、どうぞ。多分井崎さんもともとから最初から雅楽ですけど、そうですね、はい、クラシックとかそういうポップスとかやってると悲しい曲、楽しい曲とかってあるんですか？はいはい、そういうのとは全く違うんですか？そういう感情みたいなのないですね。全くない。曲に対して感情っていうのは僕は持ってないですね。どう捉えてるの？結構もう雅楽だからあんまり曲によって確かに調によってはその明るいイメージみたいなちょい寂しいみたいな、そうですね、そういうメロディーの中で悲しさ、確かにそういう意味では悲しいのかなみたいな、ここちょっと収愛、このメロディー好きだなみたいなのありますけど、他はそんなに特にないかもしれないですね。吹いてるうちにやっぱりこの調子の曲だなみたいな感じですね。感情じゃなくて何を考えてない。今改めてもそうですね、そんなに深くは考えてないですね。じゃあコンサート終わりましたってなった時に、はい、今日すげえ良かったっていう日もあれば、今日はダメだったとかって。ありますあります。それは何がダメなんですか？何がいいんですか？演奏の質じゃないですかね。自分の中で。そうですね。あとは一人でやるものじゃないので、掛け合いっていうんですかね、地域との絡みが良かったとか、笛が先に出ちゃったとか、はい、間違えちゃったみたいな感じですかね。アンサンブルでうまくいった時って何が起きてるんですか？何がいいんですか？楽しいハマると楽しくなってくる。僕は楽しいですね。何が楽しいの？思ったようなイメージ通りの演奏になるっていうんですかね。その感情的にワイワイわー楽しいなってことじゃなくて、でも感情的になりますね。いいな表してはないんですけど、終わった後になんか満足感みたいなのありますね。時もあります。そういう時のコンサートってどういう演奏になってるんですか？何がその時に表されてるんですか？演奏自体はだから自分が良かったですねと、あと終わったに言うじゃないですか、人はあんまり気づいてないというか、そんな演奏大した演奏じゃないかもしれないけど、自分は満足感はあるっていうのは何回かありますね。数えるばかり？そうですね。そうなの？基本的には良くないとは思わないんですけど、自分が満足できる演奏は少ない。そうなんですね。今まででは。数えるばかりと思いますね。なぜかは分からないですけど、クラシックの3面に聴いてる時は、作曲者の意思とか思いとかがあって、それをいかに伝えていくかっていうところが結構一つのポイントになってるような感じがあったんですけど、例えばじゃあ青海派っていう曲があったとして、何がやったらうまくいってるっていうか、何を表現するとかっていうのは本当ないんだよ。僕はなんか表現しようっていう考えはあんまないですね。で
楽しいんでしょ。いい音を出そうっていうか、あとはまあなんていうんですかね、まあ、流れみたいなのがあるので、そういう、まあ、だんだんちょっとずつ速くなるんですけど、それをいい感じでなんか最後まで持っていけるみたいな、なんか途中でグンって上がるとか、最初ゆっくりすぎちゃってなかなか上がりきれなかったみたいな、そういうところをよく考えますね。でもやっぱりめっちゃうまくいった時の理想的なこの雅楽のあり方っていうのがやっぱあるってことですよね。僕の中ではある。僕なりのですね。僕なりのはあります。頭の中にあるんですか。これが一番こうなってる時がいいって。頭の中に分かんないですね。なんかやっていくうちになんかいい感じだなみたいな。なんか最初にこの感じで目指そうっていうのはあんまり持ってはないですね。井崎さんって映画見るんですか。あんまり見ないです。漫画読むでしょ。漫画もそんなに読まないですね。音楽もそんな聞かない何してるんですかね。井崎さんいつ電話しても電話の背景で龍笛の音 CD 聞いてますよね。本当ですか。バックでずっと龍笛の音流れてる。それいつですか。割と電話すると龍笛の音源が流れてる。本当ですか。でもまあ映画見て感動するとかってあるでしょ。まあありますね。その感動と雅楽を演奏する時っていうのは全く結びつかない。僕は全然結びつかないですね。感情じゃない。何ですか。何ですかね。感情は全く関係ない。雅楽でなんかもう泣きそうとかそういう、一切全くじゃないですけど、なんか先生の曲とかを聴いて柴助康。そうですね、盛り上がってきた時になんかゾワゾワっていう、それを感動なんですかね、すごいとかっていう、そういうのはありますけど、なんか昔のことを思い出して懐かしいとかそういうこととは全く関係ないってことですね。そうかもしれないですね。井崎さんの中でじゃあ雅楽っていう音楽と他の音楽やまあ漫画とか映画とかいろんな文化がありますけど、基本的に全然違うものって感じですか。違うものっぽいですね。雅楽のみそれ。そうですね。へえ。雅楽と何かが結びつけようとしてもなかなか結びつかないですね、自分の中で。雅楽だけ違うって感じ。雅楽は雅楽っていう感じですかね。僕はなんか感情を表現してないんだろうなっていう薄々皆さんとご一緒して感じてて、そこが面白いなって思ったんですけど、やっぱり雅楽以外にはなかなかないですか。どういうことですか。つまり感情と切り離されてるものってことですね。ああ、そうですね。表したい句とか要は晩式調っていうのは、よく葬儀でよく、悲しいメロディーなので、それをなんか出したいなと思うんですけど、唯一そこですかね。感情の悲しいっぽく吹きたいなとか、時々ちょっと出してみたいなってはあるんですけど、全然出ないというかメロディーがそういう風になっちゃってるので、なんか今僕の勝手に見ると晩式調ちょっとほんのり寂しい感じってわかるんですけど、自然界の中の人間界が一応あるじゃないですか、そのぐらいのバランスでちょっと感情ある感じですよね、多分ね。多分そんな感じですね。そうですよね、人間にフォーカス当たってなくて自然界があって、そうですね、そういう感じですよね。そういう感じだと思いますね。他の音楽とか聞いてどう思ってるんですか。僕に感情がないかもしれないですね。そういうのだったらそうです、昔からそうなんですよね。確かにそう、いきなり雅楽ですもんね。ポップスとか聞いて最近のも全然わかんないので、テレビで流れるなら知ってますけど、でも誰が歌ってるとかそういうところにあんまり興味はなくて、曲自体もって感じです。曲はなんかこの曲いいなみたいな、あれば、でも自分でわざわざまた買うとか調べて聴くとかあんましないですね。それこそ小学校とかの、夏メロっていうんですか、そういう方が好きかもしれないですね、昔ながら。変わってますね。いや雅楽っていうのは自然界を見るように聴いたらいいんじゃないかなって途中で思って、空とか
こう森とかを見るような感じで聞くと、なるべく僕の中ではかなりしっくりきたんですけど、その感じっていうのは井崎さん近いと思います？まだ全然違うと思います？僕は多分その石田さんの前話したじゃないですか。それを聞いて納得できました、僕も。あ、近いですか？はい、近いですね。やっぱ合ってる？合ってるかわかんないですけどでもそれに近いかなっていう。だから僕もやってるの時も聞いてほしくてやってるわけじゃないみたいなところもありますね。一応チケットを売って演奏してるけど、演奏する時は全然人のことじゃなくて、本当に演奏そこに集中、お客さんの方を見てるわけではないと。そうですね。まあ自分やることにが精一杯っていうのはあるんですけど、はい、そうですね。お客さんのためにっていうのはこれいいのかわかんないですけど、僕はそんなに思ってないです。もちろんいい演奏を聴いていただきたいっていうのはありますけど、お客さんのためにやってますっていうのはあんまりない、実感はないですね。なるほど。ないかね。ないですかね。最後長くなるんで、最後一つだけいいですか？はい。世界中にこういろんな音楽とかありますけど、その中でかなり特殊なところでやってるっていう意識っていうのはあるんですか？それとも何かつながってる感じあるんですか？それとももう独特の世界ですか？独特の世界と思ってましたけど、去年一昨年かな、そのイランでそのペルシャ音楽と今日やった大式茶で転落を倍速かな、もっと早いの感じでやったら合うんですよ。合うっていうのはペルシャ音楽も合ってるってこと？そうそうそう、中でも合ってる感じがあったってこと？なんかそれらしく聞こえるんですよね。だからまあもちろんペルシャっていうか向こうから伝わってきる楽器でもありますし、そういう意味ではつながってるのをちょっと感じましたね。今までも本当に独立したもんだと思ったんですけど、そうなんだ。だから意外にだからやってみないとわからないのかなっていうのもありますけど、でもあれ、雅楽は雅楽のままであり続けたいっていうのを思ってます。国内の音楽よりもペルシャとかが近かったってことですか？その要するに薩摩琵琶とか尺八とかいろいろあるじゃないですか。それよりもペルシャの方が近いぐらいのイメージですか？多分ペルシャの音楽にそのさっきやった転落っていうのがあったっていうだけかもしれないですけど、メロディー的にあったのかもしれないですけど、尺八とか三味線とかとは遠いイメージですか？僕はそうですね。全然違う。相入れないというか、能とかね、なんかもうお能でもありえるかもしれないんですけど、僕はなんか三味線とかはやっぱそのアタックの速い感じっていうんですかね。だから薩摩琵琶とかもそうなんですけど、あと割と感情的な感情がそうですね。なんで雅楽だけこんなに特殊なんですか？わかりません。特殊だと思いますね。変えてこなかったっていうのあるんじゃないですかね。変えようとしないですよね、そもそも雅楽は。変わってたら今のこの雅楽残ってないですよね。と思いますね。もちろん多分国の音楽っていうか宮中のでやってたっていうのは強いとは思うんですけど、それも大きなあれじゃないかなと思いますね。もともとその神楽歌が宮中でやってたのに、それにくっつけちゃったのかくっついたのかわかんないですけど、それが多分僕は一番強いのかなって思いますね。なるほど。その結果演奏者自身が他の音楽と切り離された独自のものなんじゃないかと思われているような、僕はそう思いますね。ちょっとまた今度お話お願いいたします。今日はちょっと短くなっちゃいますけど、貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。今日は流的奏者の井崎義行さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。